今回は前回の賛否両論に続いて、大人みが主催するツアーで打ち上げ花火の作成体験をしてきました。手持ち花火や線香花火は火薬量も少ないのでお子さん向けの体験もあったりしますが、ここはソフトボール大の4号玉サイズに火薬をみちみちに詰める本格的なやつで、18歳未満は参加禁止とのことです。今回のツアーでは山梨県の丸富工房で和美師の佐々木さんにお世話になりました。金属片の炎色反応で色を出す西洋花火とは違い、黒色火薬のみの味わいを楽しむ、とっても日本らしい和美の職人さんです。和美についてもしっかり解説いただいた講義の部分も動画に収めました。また、花火の安全基準というのは、県の規制によっていろいろと違いがあるようなんですね。山梨県では打ち上げ時には50メートル離れればよいという比較的緩めの規制のようで、河川敷での打ち上げの時は、ほぼ自分の真上に打ち上げられている感じになりました。これは確かに体験ツアーとしてインパクトがありますし、後ほどの動画でその部分がうまく伝われば嬉しいです。ただ、花火の撮影時は当然に大量の火薬を扱うので、4号玉の作成の時は安全に配慮して、遠くの山の中に移動して、規制を踏まえた厚さのコンクリ液で覆われた作業場で行います。山中の作業場では、引火防止のために照明もつけられないとのことで、自然光の中での作業になります。長い山道を移動しているうちに、日にち時間が増してきて、テンション上がります。ツアーでは最初に花火の基本を講義いただいて、山の中の作業場に移動して4号玉を作成し、工房に戻ってから線香花火と講義と、実際に線香花火も作成して、最後に河川敷で打ち上げの段取りです。線香花火のコマでは、火球を大きく長く保つコツも解説もあって、実際に試してみたところ、格段に違いがありました。ご家庭で線香花火を楽しむ際にも参考になりそうです。4号玉に火薬を詰めていく作業工程がツアーのハイライトですが、その後の打ち上げ前に打ち上げの仕組みを解説してもらったのがとても興味深いものがありました。花火を見る機会は多くても、打ち上げの仕組みを実地で見学して解説してもらえる機会はなかなかないので、このあたりもきっちり解説音声入りの動画があるのでお楽しみに。ちなみに作業場から工房までの道中に謎の空間があって、お尋ねしたら山の所有者が趣味で作っている展望台で、富士山が見えるハイジブランコとして Google マップにも載っていました。面白そうなので立ち寄りましたが、木にくくっただけのブランコで体重制限が微妙なので私は乗らず、まみちゃんが恐る恐る体験。カナリラ山中なのに私たちの前にインバウンドの観光客が来ていてびっくり。ちょっとだけ動画もつけました。それではツアーの各場面の動画を順番にご覧ください。和火と呼んでおります。で、江戸時代の花火なので、今みたいに賑やかにチカチカした花火がない時代のものになります。で、打ち上げ方もかなり制限されていたので、今みたいにタイミングを合わせてドカドカっていうよりも割と独特のゆっくり打ち上げる花火っていうのがこの和火というものになります。で、こちらをね今日学んで体験していただこうかと思うんですけれども、で今日作っていただく花火なのが4号玉と呼ばれるこれぐらいの大きさのものになります。で最後にですね、締めのプログラムとして25発ぐらい和火だけの花火用意しております。おそらく多分今日貸し切りですね。もう河川敷誰もいないので我々が鹿がいるぐらいですかね。鹿が結構熊はいないので、一瞬ちょっとよぎりましたけど鹿だけしかおりません。しかもね人の明かりとか言ってもどっかに逃げていってしまう。こんな感じのねプログラムでいきたいなと思っております。
でまず最初にですね、詫びとは何ぞやということで、ちょっと簡単に説明させていただきたいなと思うんですけれども、詫びを語る上でですね、この火薬の歴史というのが、非常に重要になってきます。で、まずですね、戦国時代ですね、種子島に火縄銃と火薬の技術が、伝わって戦国時代に入っていくと、この鉄砲をたくさん、使うシーンが増えてきます。でその時に鉄砲の弾を飛ばすための火薬ですね、黒色火薬と呼ばれるものを使ってありました。で黒色火薬どういうものかというと、ここに黒色火薬の原料があるんですけれども、酸化剤と呼ばれるものですね、炎症というもの、それから硫黄助燃剤と呼ばれるものですね、あと木炭、この3種類を混ぜ合わせてあげると、黒色火薬というのが出来上がります。はい、この黒色火薬を戦国時代使っておりました。で、今度ですね、江戸時代に入ると戦がなくなりまして、平和な時代に入っていくんですけども、この火薬の製造の技術を後世に残そうということで、花火、鑑賞用の花火が生まれました。でただこの時の原料も黒色火薬を使っておりましたので、黒色火薬ってね、炭が入っております。で炭の火の粉がね出るような花火なんですけど、江戸時代の花火というのはこういうオレンジ色の炭の火の粉の花火だけだったと言われております。で、今度ですね、明治に入るとですね、鎖国が解かれて、西洋からねいろんなものがこう入ってくるようになります。欧米からですね。でその時にですね、持ち込まれたのが、この金属化合物と呼ばれるものですね。よくこう二色反応とかで、こういったこれを燃やすとこういう色が出る、これを燃やすとこういう色が出る、あるかなと思うんですけど、こういったものが入ってきまして、今までの酸化剤、助燃剤にですね、それぞれ金属化合物を混ぜ合わせてあげると、いろんな色の光が発色できるようになります。例えば赤色に発色するため炭酸ストロンチウムを、混ぜてあげると赤く発色します。で酸化銅金属化合物を混ぜてあげると青く発色して、硝酸バリウムは緑で、紫を作るときは赤に使っている炭酸ストロンチウムと酸化銅を混ぜてあげると、紫色が出てくれるということで、こういった金属化合物の、輸入によってすごくこう色鮮やかでカラフルな花火が作られるようになってきます。でこの時にですね、昔からあるもの、それから新しく入ってきたもの、区分けをしようということで、生まれた言葉が詫びと曜日という言葉になります。詫びは江戸時代から伝わる昔ながらの炭の花火で、曜日は金属化合物が入った色鮮やかな、色の花火、こういった形で、今定義づけがされております。はい。で、江戸時代の詫びですね、花火打ち上げ花火だけじゃなくて、例えばこういう線香花火だったりとか、三河の方に行くとですね、こういう手筒花火と呼ばれるものがございます。これも詫びの一種ですね。黒色火薬を使った花火になります。それから手持ち花火とかね、さまざまな形で、江戸時代ですね、詫びという花火が楽しまれておりました。で、次はですね、制作体験を、していただくにあたって、ちょっと花火の構造を学んでいただければなと思っています。で、実際、ちなみにこれはね、尺玉と呼ばれる、10号玉と呼ばれるサイズの花火玉なんですけど、だいたい300メートルぐらい開くね、花火ですね。はい。その模型をですね、こうスパッとこう半分に切ったものになりますね。で、すいません。で基本的にですね、花火はですね、上空に打ち上がってドーンと開くまでに3つの部品を、が、使われております。で1つ目はですね、星と呼ばれるものですね。この周りにある丸い粒ですね。はい。で2つ目は割薬と呼ばれるこの星の中にある黒い小さい粒。それから3つ目、導火線ですね。この3つが、ね、使われています。でそれぞれちょっと紹介していきたいなと思うんですけど、まず星、これはね、どういったものかというと、光を出しながら燃える火薬の粒ということで、こういった粉の火薬をですね、
丸く成形したものになります。もしよろしければ触っていただいて、はい。面白い。粉の火薬ね、成形したものですね。この星がね、遠くに飛びながら発色して、見えてくるんですけど、これが花火のね、色の正体になります。例えばですね、赤い花火というのは、赤く発色する粉の火薬を丸く成形した星がですね、燃えて、赤い花火に見えております。で、青い花火は、青く発色する星がこう肉眼で見えているような形ですね。それから錦と呼ばれる星はね、金属が入った星はこういう大きくね、花火を、作り出してくれます。なので、花火の正体、なんていうか、花火そのものになりますね、この星という。で、2つ目はですね、この割薬と呼ばれるものですね。この中の黒い粒。これ、どういったものかというとですね、原料の元になるのは、もみ殻になります。はい、このもみ殻の上に粉の火薬をまぶして作ってあげたのが割薬と呼ばれるものですね。はい、で、これ、割薬の役割としてはですね、基本的には発色をしないものになります。どういった役割をするかというと、花火をですね、破裂させて、星をですね、外側に遠くに飛ばしてくれる役割になります。はい、なので、火をつけるとね、こんな感じでね、一瞬で、この膨張力ですね、を、利用して星を、遠くに飛ばしながら、星にですね、火をつけながらね、遠くに飛ばしてくれるというのが、この割薬と呼ばれるものになります。あと、導火線はですね、皆さんなんとなくこう、想像つくかなと思うんですけれども、この管の中に火薬が入っておりまして、端っこに火つけると、この管の中、火が伝わっていって、最後出口でね、ポッと火が出る仕組みになっております。で、それぞれどういった形で連動していくのかというね、シミュレーションがあるんですけれども、まず花火の筒があって、花火を打ち上げるための火薬がまた、花火の下にね、セッティングされています。ここにですね、火種を投げ込むとですね、まず発射のための火薬に火がつきます。火がつくとですね、弾が上空に飛んでいきながら、導火線にも同時にね、火がついて、上空に飛んでいきます。で、ちょうどいい高さになると、弾の中心に火がポッと入って、割薬に引火して、割薬の膨張力を使って、星が、燃えながら飛んでいってくれるというのが花火の構造になっております。どうです？なんとなくちょっとこうイメージがそうすると打ち上がって、ちょうどいい高さに行くまでの距離を計算して導火線の長さそうですね、導火線の長さを調整してあげて、弾が座るちょうどね、弾が上空に飛んで降りる瞬間っていうのが一番いい高さだと言われております。開くその時間をこう設定しながらこう打ち上がるなんですか、こう速さと高さって調整できるものなんですか？高さと速さは、今見ていただいたですね、この打ち上げ発射のための火薬、これをですね、多く入れてあげると、ものすごく高く飛んでいきますね。なので、弾が重い、大きい弾は、小さい弾の倍以上、この火薬をね、使って上空に、打ち上げるという。それが経験則で大体このぐらいの弾でこのぐらい上げをするとこのぐらい積んでみたいな。そうですね。結構試験打ちは行ってまして、で、本当1グラム単位で何グラムだとちょっと低いな、何グラムだとちょうどいいなっていうようなね、試験を経て、本番、花火大会本番に挑んでいるような形になりますね。どういうんですか、ワルのこれもちょっとこう大きく感じになるんですか、黒色火薬だけで金属ないけど大きくっていうのは。そうなんですよ。先ほど見ていただいた錦という花火は金属が入っているので、星が燃えながら金属がね燃えてこうキラキラと尾を引いているように見えます。で、一方和火はですね、木炭ですね。
木炭が粗い木炭が入っておりまして、その木炭が、をこう燃えながら散っていくので尾引いている。へえ。だからこの、ストロンチウムの赤とまた違う。あ、そうですね。赤とちょっともう炭火の色になります。赤いね。こう炭を焚いた時パチッとこう外れる、はい炭の火の粉がそのまま出てくる。なるほどね。はい。で、今先ほどご質問ありました、炭のことについて、少しちょっと深掘りしていければなと思うんですけど、和火というのはいろんな色が出ません。単色の花火になるので、洋火に比べると少し寂しいところがあるかなと思うんですけれども、その変化が出せない分ですね、色の変化が出せない分、和火ではですね、この燃焼の長さとか火の粉の残り具合っていうところを、いろいろ工夫しながら、バリエーションを出しております。で、これ例えばですね、硝石と木炭ですね。硝石と木炭の割合ですね。バランスを変えることによって燃焼時間を変えることができます。これ同じサイズの星なんですけれども、例えばこちら菊と呼ばれるものは硝石が6、木炭が4で、カムロと呼ばれるものは5対5で、柳と呼ばれるものは逆に硝石が少なくて木炭が多く入っております。で、例えばですね、菊と呼ばれる花火はですね、硝石が多く入っているので早く燃焼します。で、早く燃焼するとこんな感じで散った後すぐ消えるね、花火になります。で、次ですね、カムロと呼ばれる花火ですね。これは、硝石と木炭半々ぐらい入ってる。少し燃焼時間が伸びます。で、少し燃焼時間が伸びると、先ほど見ていただいたように、こんな感じでちょっと垂れるような花火になってきます。で、最後、柳ですね。これは木炭の方がかなり多く入っているので、さらに燃焼量時間長くゆっくり燃えていってくれる花火ですね。これはね、柳と呼ばれて開かせる花火ではないんですけれども、ざーっと長く燃焼させて、見せるタイプのものになります。なので、まず一つ目はこの原料の配合比率を変えていろんなバリエーションを出している。で、またですね、別の角度から炭の粒度と火の粉の残り具合というのがございます。で、ものすごい細かい炭と、ちょっと粗めの炭がございます。で、先ほど金属のお話をさせていただいたと思います。こういった粗い炭を入れてあげることで、火の粉が少し若干残りながら消えてくる。ちょっとね、また見ていただきたい。細かい炭はですね、パーンと開いた後、尾を引くんですけど、もうさっと消えてしまいます。で、一方、粗い炭を使うとですね、これちょっと若干の差なんで、少し分かりにくくはあるんですけれども、開いて尾を引いた後ですね、ちょっとゆっくり菊がふって切るに対してちょっとゆっくり残ってゆっくり消えていくような、こういった変化を出すことができます。あとはですね、形を変えて、詰める時もですね、星の並べ方を変えてこういった八方咲きと呼ばれる花火を作ったりとか、あとはですね、千人菊と呼ばれる花火で、玉の中にさらに小さい玉いくつか入っているものですね。こういったね、千人菊と呼ばれる花火も、和火を使って作ることができます。なので、このような形で、配合比率と炭の粒度、それから形状をうまく組み替えて、単色は単色の花火なんですけども、そこにいろいろ微細であるんですけど変化を加えて楽しむというのがこの和火の特徴になっております。こんな感じですね。はい。こんな形でいろんな
単色なんですけどいろんなこうものを使って、演出をしていくという醍醐味になってますね。はい。まあ、今日のスターマインも今見ていただいたカムロ、キク、柳、いろいろ入っておりますので、まあ、そこの違いもちょっと見ていただけたらね楽しんでいただければいいかなと。まんべんなく広がるやつとこうなんですけど、こうスポットで来るやつっていうのはさっきのこう星の詰め方が違う。そうですね、先ほどの柳と菊、柳と菊の違いがですね、菊の場合は割薬が中に入っているので、割薬の力を使って外側にこう丸く星が飛んでいってくれる。写真みたいな感じ。そうですね。はい。で、一方、柳と呼ばれる花火はですね、割薬が玉の中に入っておりません。ない。はい。なので、開かず、ドーンと開くのではなくて、チョークでパカッてこう、ただ割れる。カップがそうですね、パカッと半分に割れて、星だけが放出してくる。はい。それで、そういった形状で。なおさらこうちょっとゆっくりした感じ。そうですね。はい。かなりこうスロー、グリーンにした印象を与えてるね。っていうのはなっております。はい。割薬がなくて外側にだけ星を詰めて中はガランド。中も星だけ全部使ってるんですね。星を全部詰める。なるほど。星がもう全部ここにパンパンに詰まってて、たまにあるね。動かなくなるようになってますね。はい。ちょっといろいろ置いてあってわかりますね。この中で全部さっきのやつです。そうですね。で、炭、粒度の違う炭がこう全部ストックしてあって、それぞれ目的に合わせて、合わせたその炭を入れて配合していくということですね。ちょっとこう匂いとかしますか？します。します。ちょっと危ない香りがする。そしたらじゃあ次ですね、こちら。大きさって自分で調整するんですか？サイズっていうかその細かい。そうですね。ふるいの目の大きさによって。ああ、そうかそうか。目の大きさ。粗いふるいと。そうですね。で次はですね、粉の火薬を、丸く成形する。やっぱね、炭を使うんで真っ黒になっちゃってて、けどこういったね、コンペイトーそうですね、使ってきます。これ後ろで電源通せて、スイッチ入れるとガラガラガラと回るようになってます。で、星の作り方としてはですね、最初粉の火薬をね、このぐらいの、丸い粒状にしていきます。粉を練ってですね、粘土状にして目の大きいふるいにこうこすりながら通してあげると、このぐらいのサイズができるので、それを回しながら丸く成形していくところからスタートしますね。で、そこからはですね、本当だ。ちょっとこれをですね、釜に見立てて、実演してみたい。釜がもうこんな感じで、こう、大丈夫です。そのままで大丈夫です。こう、ガラガラ回って星がね、移動している状態なんですけれども、まず最初にですね、ここにですね、粉の火薬を水で溶いたトロと呼ばれる液体を作ります。これをですね、この星の表面に塗布していきますね。こんな感じで。で、表面が湿ったらですね、これはもう配合してある粉で、火薬の粉ですね。これをですね、表面にこう振りかけてあげます。で、また転がした大きくなってくる。そうですね。そうするとですね、0.1 ミリ大きくなります。で、この作業を、1回あたり、5回繰り返すですね。5回繰り返してあげて、で、天日に干して水分を抜いてあげる。で、また乾燥して乾いたらまた同じように塗布して粉をかけてという形で徐々に大きくしていきます。だいたい1日 0.5 ミリですね。で、なので、こ
これが大体3ミリ4ミリですね。ここからこれ20ミリぐらいまで行くのに、大体3、4週間ぐらい、毎日晴れてて作業できて3、4週間ぐらい。なるほど。はい、で出来上がる。なるほど。っていうのが、コンペイトーより大変だ。そうですね。で割薬も同じようにこの釜の中にもみ殻を入れてあげて、でトロああ、そこそこ。を塗ってあげて粉の火薬をまぶしてあげると完成になります。あでちなみになんですけども、海外の星はですねこんな形をしています。はい。でこれ実はですね粉の火薬をですねパイプに詰めて低圧するので一瞬でこの大きさまでできるんですね。でただなぜ日本人がこの丸星を使うかというとですね、日本には変化星という星がありまして、色が途中で変わるあるかなと思うんですけど、こっち側の星だと、変色ができないんですね。星っていうのは外側からこう中に向けて燃えていくので、例えば赤から青に変化する星があるとしたら、最初この大きさまで青い粉で作っていきます。でここから上は赤い粉をまぶしていってあげると外側から赤が燃えて青が燃えていくので変化、してみるということで、変化星のためにこういう丸い星を作っております。なるほどね。アメリカ人は4週間かけなそうだね。確かに。もう機械でやりますからね。ああ、そんな感じ。なるほどね。一応これがまあ星影と、割薬これがやっぱり一番時間かかる作業ってことですね。一番時間かかります。でやっぱ晴れてないとできない。そうですよね。あと難しいのは同じように水分と粉をまぶしていかないといびつになってしまうので、もう結構神経を使う作業になります。これをもう何ことなく作るわけですよね。そうですなんか日によっては晴れてても湿気が多い日とかあったりするじゃないですか。そういう日になると天日の時間も長くなるとか。長くなりますね。夏はね早いんですけど乾くの。ただ一気に乾燥しちゃうので割れてしまったりするんですよ。ちょっと難しいですね、この干し方とか基本っていうのは結構影響を受ける。どれが何色か分かんなくなっちゃうんですよね。そうなんですよ。他の曜日って粉の色って若干違うので分かるんですけど、例えば同じ大きさの星がですねここにポッと間違えて入ってしまったらどれがどれか分からなくなってしまう。そうね。品質管理というか表示のっていうのはすごく気をつけます。例えば早い配合のところに遅い星が入ってしまうとパッて聞いたところで最後一個だけこうなってしまったりするので、これからそういうとこ気をつけてみればいいね。異物が入ってます。そうですね。たまにね色の花火のね赤色の花火の一粒だけこうちょっと違いがね混じってたりとか最後にポヨッと出たりとかね。星と割薬が完成したら最後ですねこちらで、それぞれの部品を組み立てて。なるほど。でここで製作機械がね。ね。これ羽織ってちょうどいい。羽織ってちょうどいいね。はい、そしたらじゃあ早速始めていきたいなと思います。でこれが星ですね。で割薬。それからこういう版画の玉革と呼ばれるものを使っていきますね。これボール紙をプレスしたものになります。昔は新聞紙で、木型に新聞紙貼り付けて型を作っていたんですけど、今こういったものを使ってますね。で、あとここにあるこういった部品がですね、これがね導火線になりますね。はい。で真ん中見てもらうとちょっと黒い部分があって、ここに火薬が詰まっております。で、端っこを引き付けると管を通って最後パッと吹き出るような設計になっています。はい、で、いきたいと思います。で、まず最初ですね、この穴の開いた玉側ですね、を取っていただいて、で、
あと導火線ですね。こちらの大きいカップの。はい、い。大きいカップ。こちらですね。はい。これ。で、上だけ2つ重なっている。そうですね。で、導火線ですね。黄色じゃない方を上にして持ってもらって、で、これをですね、穴に差し込んでいくんですけど、ちょっときつめなので、回しながらゆっくり差し込んでいってみてください。ぐるぐるぐるっと回しながらですね。そうですね。で、このパイプが突き当たるところまで刺してあげてください。はい。そしたらね、この台の上に置いていただきます。これ、ろくろ台で回るようになってますので、回しながら作業していただいていいかと思います。そしたらまず最初にですね、星ですね。星を作っていただいて、このカップに沿って星を並べていきます。こんな感じで重ならないようにですね、カップに沿うようにして並べていただきます。で、大体ですね、8割ぐらいの高さまで一度並べていただきます。なんか綺麗に。そうですね。まあ隙間は後で調整するので、そうですね。多少の隙間は目をつぶっていただいて、はい。で、大体8割ぐらいのね高さまで持っていけたらですね、今度穴の開いた小さいカップ、今取っていただいたものですね。これをですね、内側に入れてあげてください。そうですね。で、低い状態から入れていたスタートした方がやりやすいかなと思うので、大体8割、9割ぐらいの高さのところで。で、そうですね。はい。あ、このカップですよね。で、入れ込んだらですね、今度この鍋蓋、大きい鍋蓋ですね。こちらの左手にある大きい鍋蓋を使っています。で、大きい鍋蓋で一度ですね、上から軽く叩いていただきます。そうですね。出てくると低い状態からスタートしてあげるといいかなと思います。はい。で、叩いてみてもらって、隙間があるところにまた星を入れて、また叩いて、という形で。そんなガンガン叩いちゃう。星が細かい振動の方が星が動きやすいなので、ちょっと回しながらですね、この下を回しながら叩いていってあげると、全体的にこう星がね、なじんで。ここからはですね、隙間を埋めつつ、この星の高さを調整していっていただきます。で、綺麗に並んだなと思っても、例えば星が高いとですね、合わせた時に、これからね、半分半分合わせていくんですけども、中央に隙間が空いてしまいます。そうするとね、楕円の花火になってしまうので、高さだけで気をつけながら、かつ、ここの表面の隙間を埋めていきたい。で、高さの目安としてはですね、ねじってあげて。で、もしちょっと多いなと思ったら、どこか星を1個取ってもらって、で、また叩いていきたい。そうですね。いいですね。もう1個ありそうな。この辺がね、やっぱこう、さじ加減、作り手さんによって違ってくる。そうなんですよ。例えば、片側ですね。片側だけ叩いてもらうと、こう余分な分が出てくるので、そこを取ってもらうと高さが揃ってきますね。そうですね。そうしてもらうと高さが。
ちょっと高いので引き上げ、そうですね、引き上げてもらったりとか。どうでしょうか。反対側を低めに調整していただいても大丈夫かなと。上げた後叩くとへっこんじゃう。当然。へっこんじゃうところが多分さらにその下が隙間が空いてると思うので、その隙間も少しちょっとそのさらに下の層でちょっとずらして調整、そうですね、してあげるとかすると、なるほど。これが邪魔なのかな。これはデリケートだ。そうですよ。本当に1個入るか入らないかで高さが変わってしまったりするので、こうずらして、その状態でもう大丈夫かなと思いますね。そうですね。全体をずらしてあげたりとか。そしたらですね、今度中のカップをですね、一回引き抜きたいので、両指で外側に向けてカップを押し当てて引き上げてください。そうですね。そしたら次ですね、この紙を使っていきます。で、これ今2枚重ねになってるんですけど、一度全部開いていただいて、そうですね、2枚まとめてですね、重ねて、で、この中心点があるかなと思います。ここをですね、指で押さえてもらって、こんな感じでしてもらって、反対側の手ですね、少し丸を作って上にシュッシュッシュとしごいていってあげてください。で、これでね、縦じわをたくさん作ってあげます。ね。あとこうちょっとじわじわし丸めていただいたり、そうですね、こんな感じでシワをね作っていますね。はい。で、シワができたなと思ったら、1枚紙を取っていただいて、で、先ほど使った小さいカップの上に中心点を合わせてかぶせていきます。で、かぶせたら紙ごとカップごと一緒に持ち上げてもらって、で、紙を内側に入れ込んでいただいてください。ね。こんな感じで。そしたらですね、今度こっちが導火線ついているので、ハサミでですね、この穴を少し入れて開けてあげて、で、また中に戻してあげてください。そうですね。はい。ね。大丈夫。泣いちゃう。いっちゃうね。リカバリーできた。確かに1個入ってる。ますよね。じゃお邪魔虫が。そうですね。はい、そしたら、腰が動いてしまったかもしれないので、一回また上から持たれて、落ち着かせてあげます。はい、そしたらですね、今度紙をですね、広げていただいて、で、中の、カップを手で押さえて、紙を今度外側にこう広げていってあげてください。入れたまま、そうですね。やめちゃいました。でも大丈夫です。はい、全然大丈夫です。
そうですね、こんな感じで外側に紙をね、はい広げていただいてください。はい、そしたらまた今度このカーブをね引き抜いてあげます。はい。で今度真ん中にね、またスペースができたかなので、ここに今度割薬を敷き詰めていきます。はいで結構多めに入れていただいて、結構ですので、まずはこの導火線の一番てっぺんが隠れるぐらいまでガサッとこう入れていってあげてください。そうですね。導火線の上の部分がね隠れるぐらいまで。そしたら今度小さい鍋蓋、小さいサイズの鍋蓋で軽く割薬をね、これも軽く振動を与えることで隙間がなくなっていくので、軽く叩きながらね、詰めていきます。でまたもし導火線のね上の方が見えてくるようでしたら、また割薬を足していただいて。そうですね。で、この割薬もですね、入れる高さの目安がございます。で、今度はですね、音にちょっと注目していただきたいんですけど、腰を叩くと、こういう高い音がしますね。で、割薬を叩くと、こうちょっとジャリジャリした音がすると思います。で、大きな鍋蓋で全体を叩いたときに、この腰の高い音と割薬のジャリジャリする音が同時に聞こえる位置まで。いいですね。今ちょうどいい音ですね。調整して。腰だけの音しか聞こえない場合は割薬をちょっと足してあげてください。いいですね。で、ちょうどいい高さになったら一度蓋を乗せてもらって、両手で玉を持ち上げます。で、蓋を押さえながら持ち上げます。で、押さえたまま少しトントントン台に巻きつけて、そうすると振動でまた下がってきます。で、もう一回音を確認していただいて、いいですね。ちょうどいい高さになってれば OK です。いいですね。はい、これで型が完成になります。で、完成したら一度この透明の苗の方にね、避難していただいて、で、もう反対側を、同じように作ってみてください。はい。割薬が少ないとですね、中が少しスペースができてしまって、星がこう中に入ってきてしまったりするので、ちっちゃくなる。そうです。ちょっと一個だけ内側にこう飛ばなかったりとか、きれいに飛ばすためにはしっかりとこう割薬が入っているのがベストかなと。ただ割薬も高すぎると合わせた時はもう隙間ができてしまうので、そうですね、こちらのカップになります。ですね。いいですね。入れたんですけどやっぱり出ちゃいますね。出ちゃいますかね。入れると。ちょっとこうずらしてで。力任せしちゃう。ちょっと。
ああ、微妙。高いですよね。そうですね。じゃあ、こうやっぱり一多いか個も。多か取った方ったのかな。がいいですよね。このちっこいの取ってみる。例えばこっち側を取ってもらって、ここは低いので、このスペースに入れてもらうとかでもいいですし、それを取るそうですね。入れちゃっていきます。入れるときに、ちょっとこうずらしで、て、入れてもらって、うん、あ、いいと思います。叩いて、あ、そうですね。うん、いい感じだと思います。綺麗になってましたね。そこがここですよね。悪い部これ分が入れるとか引き上げて、入れちゃうとそ浮くんですよ。ここを引き上げて平らにするかっていうところですかね。あー合わせるのが難しい。そうなんですよ。最後ですね。どんがらがしちゃうんで難しい。そしたら中のカップを一回引き抜いてもらって、出さないで。そうですね。でその中に聞いてねえなんですか。あれと思ったの、ここ穴が開いてて。あとは最後ですね。これ蓋をしてまたやってもらうとまたちょっと沈むので。で再度買ってみる。そうですね。少し足してもらってもいいかもしれないですね。はい。そしたらですね、最後合わせていくんですけども、合わせ方はですね、これ手本のちょっとデモでやるものなんですけど、両方の手にカップを持っていただいて、で導火線ついてる方が指で挟んで持ってもらう形になります。で、合わせるとき水平から合わせるのは難しいので、ある程度こう斜めにした状態からスタートしていきます。で、あとは支点がないとこう合わせるときずれてしまうので、例えば小指のとこに両方乗せてもらって、ここを支点に中央に向かってやっていただいたりとか、あとは片側のカップの縁に片側のカップの縁をちょっと乗せてあげる。で、合わせるっていうのもいいかなと思います。で、一回ちょっと練習をしていただいた方がいいかなと思いますね。そうですね。そうですね。そのぐらいの角度。そうですね。小指を支点にしてもらって、一気にですね、中央に。あ、上手です。すごい。これ紙は出たまんまなんです出たままですね。だからずりってやるとジョボーってなると思うんですけど。難しい。これゆっくりいってしまうとガシャッ逆にね。力を抜いてですね。手がちっちゃいから。リラックスして。すぐ手前にペトミと。親指が邪魔するとくっつかないです。親指がここ出ない方がいいと思う。で、角度はもう少し。そうです。そのぐらい。あ、いいです。いいですね。ちょっと一回私の方でやってみますね。これは。で、導火線入れてもらって、紙が邪魔になるので、紙を小指でこう押さえるような形で。で、反対側もですね、こんな形で小指で押さえるような形でしてもらって、で、こっち側のちょっと、出っ張ってる方ですね、ポコッとしてる方と少しへこんでるところがあります。そこをうまくこう見つけて合わせるようにしてもらって、持ってもらって、ここから一気にいってください。左でも右でもどちらでも、はい、大丈夫です。何かの上でやった方がいいんですかね。そうですね。そうですね。難しい。
しいな。多分大丈夫だと思います。あ、じゃあちょっとサポートするので、お一人ずつ行きましょうか一人ずつの方がいいですね。ね。大惨事にならないように。これはこなんかれ難しいよね。ビビるぞこれ。これはなかなか。もう少し斜めにしてもらって大丈夫です。もうちょっと角度つけてもらって。もうちょいですね。もうちょいつけて。そんぐらいですね。難しいね。あ、グフ OK です。OK です。大丈夫です。すみませんね。どうしても出ちゃうのね。出ちゃう。よし、これで。でもうまく収まってますね。あ、大丈夫です。腰が上がる。ここからまたちょっと叩いて沈めていくので、あ、大丈夫だと思います。OK です。ありがとうございます。でちょっとそのままお待ちください。じゃあ参りましょうか。これはこうかそうです。まあ持ちやすいので大丈夫です。な。わあ、これは難しい。紙の始末をしそうです。ちょっともう手が。あ、それからテープしますか、紙。ああ、そうですね。うん。ね。手が広がらない。小指つっちゃうってやつ。なるほど。そうしていただけると。ここ行きますか。こうですよね。そうですね。で結構斜めにしてあげて、視点を小指の上に置くか、カップのカップに置いてます。片側に、あ、そうですね。置いてもらって、もうちょっと角度つけてもらって大丈夫です。そうですね。そのあたりからいきます？一気に。いていい。おお。完璧だ。です。あっさり。これ止めていただいたから、ちょっとやりますか。あ、いい感じですね。高さもいいと思います。そしたら、まだちょっと玉と玉の間に隙間があるので、今私がやったような形で上から軽く押さえてもらって、そうですね。で、まずは上を軽く回しながら叩いていただいて、これも振動で隙間を埋めていくような感じですね。で、一周したら今度玉の下側ですね、回しながら叩いて、で、上ちょっと叩いたら下叩いて、上叩いて、下叩いて、そうですね。はい、そしたら今度紙をですね、外側に向けて軽くね引っ張ってあげてください。OK ですね。そしたら最後ね、ハサミで余分なところを切っていきます。カップに沿ってね、刃を入れてあげるといいと思いますね。いいですね。高さいいですね。なんかすごい不器用な感じ。ちょっと今玉が少しずれてるので、片側に寄せて、そうですね。ちょっとずれてますね。崩れちゃう崩れちゃう。崩れちゃう。押さえながら。そうですね。はい、そしたら最後ね、仕上げですね。また上から、一回ね、紙をこう指でなぞってあげると、内側にね、紙が入ってますね。上から押さえながら指でちょっと紙をなぞってあげます。はい。で、あと指をなぞった時に隙間を感じると思うんですね。このカップとか。
で今度は隙間があるところを見つけたらですね、合わせ目を叩いていただきます。で、上を押さえるのは結構強めに押さえてもらっていいと思うので、で合わせて隙間がなくなったらちょっとずらしてもらって、また隙間があればまた合わせ目を叩いてもらって、またずらしてもらって。上からこうグッと押さえてあげると、さらに隙間が、この状態で叩いてあげると、さらに隙間が、そうですね。ここは隙間がないので、隙間が、全然大丈夫です。気にしない。この辺が、ここを触ってもらうと、下が、上がちょっとちょっと上を叩いて、そうです。で、また、いい感じです。そしたらまたずらして、いい感じじゃないですか。どうですかね。ちょっとふぐと指で殴って、隙間と出っ張りがなければ OK です。バランスですね。そこまで飛び出てなければ大丈夫です。ある程度で。それでどうですか。すごくいいと思います。そしたら最後ですね、このテープですね。取ってもらって、どうでしょうか。いいですね、すごい。そうですね、ちょっともしかしたら手袋しててにくいか大丈夫かな。ちょっと取りましょう。そうですね、これをですね、上から押さえながら2周上から押さえながら巻いてもらっていきますね。ぐっと押さえながらで、このテープは引っ張りながら巻いていただくと。すみません。そうですね、回しながら引っ張りながら、そうですね。はい、これで完成です。どうですか、ちょっと持った感じずっしり埋まってる感じがしますか。ちょうど空眼投げぐらい。どっしりしてますね。はい。ね。そしたら今から外側に紙を貼って強度をつけていくんですけど、ちょっと時間の関係上その工程は私の方でやらせていただくんですが、目印をつけていただきたくて、何でもいいので、この導火線の部分ですね、ピッと1本こんな感じで印をつけていただくと判別ができるかなと思います。はい、これで完成になります。ありがとうございます。お疲れ様でした。
なんだこれ。これって感じ。うわ、シュールだ。はい、そしたら、次はですね、ちょっと大きい玉を作ってから細かい作品になるのでちょっと大変かなと思います。線香花火のね、制作体験にちょっと行きたいなと思っております。で、最初に歴史と種類ということで簡単に説明させていただきたいなと思うんですけれども、こういった花火はご存知ですか？見たことある。これが実は線香花火の名前の由来になったものになりまして、スボテボタンと呼んでおります。で、これですね、細い藁の先に練った火薬をちょこんとつけて乾燥させたものになります。で、昔はですね、お線香を立てる香炉だったりとか火鉢にですね、刺して上向きに火をつけて楽しんでいました。火薬が上にある状態で、じゃあ線香と。そうですね。で、その様子がお線香のようだということで線香花火という名前がついたと言われております。で、種類がね、こういったスボテボタンと呼ばれるものと、紙で巻くタイプの長手ボタンという2種類、種類がございます。で、線香花火の原料なんですけども、先ほど和火の一種ということでお伝えさせてもらったんですけれども、基本的には硝酸カリウム硫黄と、炭素になるんですけど、線香花火の場合は、木炭炭ではなくて、すすを使います。はい、で荘園と呼ばれるものになるんですけれども、こういった松の木ですね、油が乗った松の木、松ヤニが乗った松の木を燃やしてすすというのが荘園というものになります。で、どういった形のものかというのをちょっと映像が見ていただきたいなと思うんですけれども、荘園は昔から荘園炊きという製法で、江戸時代の頃から、原料が取られて、いろんな書類の炭とかなんかね使われておりました。で、まず最初にこの松ヤニがたくさん詰まった松の木を集めるところからスタートしていきます。これは神社の境内の敷地のところちょっと許可を得て、枯れた松ですね。で、これ松食いで枯れてしまった松とかは油が乗らないので、自然にこう朽ちていった松なんかをこう探していきますね。で、油が乗ったところだけね抽出して、いきます。で、これで火をつけてあげると、油分がたくさん含まれているので、黒い煙が不完全燃焼でたくさん出てきます。この煙をね集めていくんですけれども、集め方としては障子炊きと呼ばれる手法がございまして、小さな箱を作って障子紙を全体に貼っていきます。その中で、この木をくべて耐えていくと、すすが障子紙に付着して、集積できるということですね。で、大体1日8時間、6時間、8時間ぐらいひたすらこう松の木をくべて炊いていきます。これがすすですね。で、これが大体6時間ぐらい経ったと映像ですね。天井のところにこうびっしりすすがついていて、それを削ぎ落として、集めていくと。結構取れたように見えるんですけれども、やっぱすすでふわふわしているので、こう空気を抜いてあげるとごくわずかな量しか取れないというね、貴重な原料になってます。国産の線香花火は基本的にこの照明が使われていて、海外の中国とかで作られているものはこういう油を炊いてすすを取っていますね。こんな感じでね集めていくのが勝利になります。大変だ。で、これをちょっと匂い嗅いでもらうと本当にすすのちょっともしよかったらですけれども、すすの香りがする。すごい。線香と同じ感じ。そうですね。あとこの松ヤニよくこう紹介するんです。すごくいい香りが
するので、これもよかったら削った部分を書いてみてください。あらすごい。ああ本フレッシュ当ねな感じ。フレッシュなね、香木の香りがするかなと思います。結構やっぱりこう花火って科学的なイメージがね強いかなと思うんですけれども、この日本の花火っていうのはこういう自然の原料から、天然素材。そうですね、採取して作られているというのが特徴になっております。であとはですね、こうちょっと長持ちの秘訣なんかも紹介させていただいてまして、これたまにこうメディアとかでね紹介、されるものなんですけれども、大体こう皆さん線香花火ナス持つかなと思うんですけれども、まっすぐ垂らすとですね、火の玉ですね、火球ができた時にここの一点で火の玉を支えることになります。でこれをですねちょっと斜めにしてあげるんですね。そうするとこの火の玉が触れる面積が若干増えてきますので、玉が落ちにくくなると言われております。はい、これもぜひ、試していただければいいかなと思っております。はい、そしたら、次にですね制作の方に移っていきたいんですけれども、ポイントがございまして、これ何かというともうズバリ今から紙で粉の火薬を巻いていくんですけど、紙でですねきつくギュッと固く巻くというのがポイントになってます。で、しっかり巻けてるとこんな感じでコンパクトになるんですけど、ちょっと巻きが甘かったりするとこうふわふわして、緩くなってしまいます。でそれぞれどういった燃え方をするかというとですね、まずしっかりきつく巻けている方は下の方からゆっくり火の玉を作りながら燃えていってくれます。で火薬というのは酸素を燃料に激しく燃える性質があるので、火薬の中の空気をギュッと外側に押し出してあげることによってゆっくり燃焼させる。こういった燃え方をすると、しっかりとこう火花が出てくるんですけれども、例えばこう薪がちょっと甘くて緩いと、今度はですね紙と火薬の間に隙間空気の層ができたりするので、その酸素をですね激しく燃えてしまうで落ちてしまったりとか、はい、することがあってきつく巻くのをちょっとイメージしてやっていただけたらなと思っております。火の玉ってのは何なんですかね。あれはですね火球と炭素が、混じり合った硫化カルビというものでして、すごくこう線香花火不思議な手持ちだとヒュンって燃えてる、そうですね、はい、なんで玉になるんだろうって。そうですね、おそらく多分結構硫黄がたくさん入っているので、硫黄のこのすいません、ごちそうさまです。膜を折って、火を作っていく。で、燃焼を取った時の温度って大体850度ぐらいですね。で、そこから中の空気中の薬品同士が反応して930度ぐらいまでね温度が上昇しています。そうなると、火球がだんだんこうグツグツ沸騰してくるんですね。グツ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 で、お鍋にこうお湯を張って沸騰させた時ポコポコってなるかなと思います。そういった現象がこの火球の表面上でも起きていて、でポコってなった時にこの火球の一部が外側に飛び出していって、で飛び出た一部はまた空気中の酸素と反応してまた沸騰してまた枝分かれしてこう細分化していくというのが線香花火現象になっております。そしたらですね、次このスプーンを使っていきます。これ計量器になってまして、山盛りすくってすり切りでちょうど1本分の火薬が取れるようになっております。でこれ火薬の量が多すぎると弾が重くて落ちてしまいますので、しっかりと薄く切ってあげてください。で少なすぎても火花の音に影響が出てしまうので、しっかりと作っていただく。そしたら1回、戻していただいて、で次に、封筒の中に入っている紙をで線香花火用の紙ってすごく、持っていただくと分かると思うんですけど、薄い紙を、使っているんですけれども、この
横の力に関しては結構強いハンデになってます。強く引っ張ってやらない。はい、で、持ち方と向きなんですけれども、右利き左利き右利きですよね。そしたら赤を右、紫を左で、黄色、緑、青、色のってる方を上にして、で、この赤いところをですね見ていただくと、ちょっと広げてもらうと袋状になっていますので、ここにすくった火薬を落としていきます。そうですね。はい、大丈夫です。で、少しこう右側に寄せていただけると、そうですね。で、あまり山になりすぎるとやりづらいので、こんな感じで、はい、高さを調整していただけるかなと。あとはですね、これ滑り止めの粉になってまして、つけてもらうと作業がしやすいかなと思いますので、そうですね、じゃあこちらですね。はい。で、次、指の押さえる位置ですね。で、まず、右手の親指と人差し指ですね。右下の方を見てもらうと、ちょっとくるくるって巻かれているのが分かりますかね。はい。ここをですね、横からとか上からではなくて、脇を締めるように下から上向きに押さえて、そうですね。で、一方反対側の指はですね、赤と白のちょっと境目のあたりのこの折り目の部分、一番下の部分を押さえてあります。はい。で、しっかり押さえることができたらですね、横じわが出るまで紙をぎゅーっと引っ張ってあげてください。ぎゅーっと。結構強めに引っ張ってもらって大丈夫です。で、引っ張った状態のまま、右の親指を斜め右上方向にこすり上げて、そうですね、このくるくるしているところで転がしていく形、右上方向にですね、引っ張った状態でこすり上げていってください。そうですね、ぎゅーっと。で、これ引っ張りながら巻くことで、きつく巻くことができるので、常に引っ張った状態でこう巻いていってあげるといいと思います。そうですね。で、早く上の部分まで、巻くことができたらですね、でここで何回かこう回して根元をキュッと絞ってあげます。そうするとまた空気が抜けて、硬くなってくるかなと思いますので、絞ってあげます。はい。で、そしたら次ですね、ボタンを押さえたままで、左指を少しだけ横にスライドさせてあげます。はい。で、紙を引っ張った状態でまた親指を押し出します。右を押し出します。ちょっと進んだなと思ったら、また左指ちょっとずらしてもらって、また引っ張ってもらって、また押し出していきます。そうですね。でまた左指ちょっとずらしてもらって、引っ張って押し出す。この繰り返しで上まで行って完成になります。さっき大きな玉を作って大きい作業してたのでその後にもね細かい作業ちょっと大変かなと思うんですね。ですね、引っ張りながら押し出す。で、この旗印少し残してあげて完成になりますね。で、火が入るような。もうシャーっていっちゃうの。もうちょっていう感じですね。でこれがここに入って、これが外に垂れてるやつに、そうですね。でここに玉入れた状態で火つける。これ客船で電気が流れる仕組みになっていて、はでここにですね、カチッとこう電気を流すと火花が出る。あ、それでもう一瞬で火がつく。そうですね、仕組まれているので、これをモジュールで振り上げて、母線があって、あそこに点火機があるんですけれども、そこでボタンを押すと1番だったら1番に電気を流してくれて、そうか、それで安全距離が取れて。そうですね。はい。今ちょっと玉を入れますんで。これを見れたのが嬉しいね。なかなかね、こう現場で、いや、こんな解説付きで見れないですよ。本来はね、手帳がないと、この現場に立ち入ることができないんですけど、まあそこは割と。そしたらじゃあオレンジが一発目、はい、1番になります。
で紫が2番。 2番はい。はいですね。これでセットが完了。これも蓋もぶち抜いちゃうってことですね。そうですね、ぶち抜いちゃうんですね。そしたらちょっと離れたところまで行って、はい線香花火とあ、はい打ち。花火やっていただいて、はいで打ち上げ花火でそのまま下の方に、下の方にそうですね、そのまま大丈夫です。きれいきれい。ちゃんといったね、今回。ポトンいや素晴らしいです。ポトンって落ちちゃった。玉がね、そうですね。難しいですね。玉大きいね。あら。綺麗。すごく綺麗。そしたら一発目、カウントダウンいきたいと思います。じゃあ5秒前からはい。はいいきますね。5、4、3、2、1、点火。うわわわわわ。取れちゃうわ、すごーい。すごい。あら。あら。すごい。真上やうん。ん。すごいな、これ。すいません、僕がちょっと取れちゃって、下の方で尾を引くやつがああ、最初取れちゃで追っかけられます。全然大丈夫です。うすごいまん丸でしたね。すごかったね綺麗。今の俺のところね。とことこくん。どことここね。 2発目よろしい。はい、お願いします。そしたら2発目いきたいと思います。5、4、3、2、1、点火。うわー、すごい。あら、素敵。素敵。すごい。あら。へえ。真上だ。完璧ですね。すごいね。もう完璧まん丸でした。すごいね。ねはい。はい。連続して打ち上げます。うわ反応ください。さんそしたら
最後プログラムですね、5秒前からいきたいと思います。5、4、3、2、1、転換。うわあ、ちょっと違うやつだ。すごい綺麗。あら。こんな間近で見れるなんて。真上だ。ねえ。すごい。すごい。ほほ。すごいすごい。いやー、素晴らしい。うわー、素晴らしいです。すごい。4号玉作成体験の動画いかがだったでしょうか。線香花火の火球を大きく保つコツとか、花火の雑学も楽しく、とても良い体験ができました。夏場以外のみの開催ですが、国外の方にもおすすめです。それではまた。